夏野菜を使ったおすすめスープ3選です。皆さんこんにちは。今回は過去の動画からこの時期絶対作ってほしい、この時期だから美味しい、この時期にしか作れないよりすぐりのスープを3つご紹介いたします。ゴーヤチャンプルをスープにすると卵もふっくら、ゴーヤの苦味も和らぎます。スイカとトマトのガスパチョは私の夏の贅沢です。香りはスイカ、味はトマトの不思議をぜひ味わっていただきたいです。最後は丸ごとピーマンスープです。スープにして食べると栄養価の高い綿や種も一緒に美味しくいただけますよ。ぜひ最後までご覧ください。まず最初はゴーヤチャンプルをスープ仕立てにしてみました。普段なら捨ててしまう綿も使いますよ。このスープには私の大好きなベジブロスを使っていますが、使わない時のやり方も動画の途中でお伝えしています。ゴーヤチャンプルスープの材料です。硬い種だけを除きます。綿の部分にビタミン C が多いので使っていきましょう。綿は一旦外して実の部分を 4mm から 5mm 厚さに切っていきましょう。ゴーヤの苦味成分は水溶性なのでスープで食べると和らぐように思います。ゴーヤに塩を振りかけて揉み込みます。そして10分ほど置いてください。今日は豚肩ロースの切り落としですが、バラ肉やもも肉などお好みの部位で大丈夫です。フライパンや中華鍋に油を熱して最初に卵を炒めます。そうするとふっくらと仕上がりますよ。卵に火が通れば一旦取り出します。油を足して豆腐をちぎって入れていきます。水切りはしなくて大丈夫です。ちぎって入れると味のなじみが良くなります。次に豚肉を加えます。夏の疲れを取ってくれるビタミン B1 が豊富です。全体に肉の色が変われば塩もみしておいたゴーヤとその綿も加えます。そして野菜のヘタや種などで煮出しただし汁ベジブロスを入れていきます。ベジブロスがない場合は鶏ガラスープの素小さじ2と水 400ml で同じように作ってくださいね。臭み消しに酒を小さじ2入れて塩を小さじ4分の1加えます。スープの素を加えられた方は塩の分量は加減してみてください。胡椒をたっぷりとひくとこの時期美味しいですよね。醤油を小さじ1加えたら炒めておいた卵を加えます。スープを吸ってふっくらと仕上がります。仕上げにごま油を少々垂らせば出来上がりです。ゴーヤの苦味が少し苦手だった私がこのスープのおかげでゴーヤが大好きになりました。次はスイカのガスパチョです。オリジナルの動画ではスイカの種の取りやすい切り方もご紹介してますので、ぜひそちらもご覧ください。実の部分を 300g 用意します。その半分程度のトマトも加えます。今日は地元で作られたフルーツトマトを買ってきました。ブレンダーにかけます。レモンを1/2個分絞って入れます。塩を少々加え、仕上げにオリーブ油大さじ1を加えれば出来上がりです。フルーティーに食べるならこのままでもいいですし、お好みで胡椒をたっぷりかけるのもよりガスパチョらしくなります。香りはスイカ、味はトマトというなんとも魅惑的なスープです。最後は丸ごとピーマンスープです。ピーマンの綿や種を取り除かないで作ります。血流を良くする栄養素ピラジンは実の部分より綿の部分に多く含まれています。血流をサラサラにして動脈硬化を防いでいきましょう。今日はピーマン8個を使います。まずピーマンのヘタのところだけ取り除きます。ミンチ肉を積みやすく焼きやすいようにぎゅっと握ります。この音と感触結構楽しいですよ。中に詰める豚ミンチに味をつけます。冷蔵庫から出したての豚ミンチ 250g に塩を振りかけます。塩が最初です。他の調味料を入れる前に全体に行き渡るように混ぜます。こうすることによって味が均一になり、旨味が流れ出にくくなります。生姜のすりおろし小さじ1程度、
これはチューブでもいいですよ。酒大さじ2、胡椒少々、パン粉を大さじに加えて柔らかく仕上げ、うまみを閉じ込めます。お酒の水分をお肉に吸わすように混ぜたら、最後にごま油小さじ1を入れて全体に混ぜます。これをピーマンに詰めていきましょう。包丁で縦に切り目を入れます。そして必ず綿と種はつけたままにして詰めていきましょう。ピーマン8個が詰め終わったら、フライパンに大さじ2の油を入れてピーマンを焼いていきます。全体にいい焼き色がつくようにひっくり返します。水 600ml を入れて蓋をして15分ほどピーマンがクタクタになるくらいに煮ていくと、スープにうまみが出て美味しくなります。スープを仕上げていきます。塩小さじ1/2、これは味を見て加減してくださいね。胡椒を加え、香り付けにごま油を少々垂らせば出来上がりです。器に盛ってピーマンやパプリカのみじん切りを薬味代わりに加えると、フレッシュな香りがよりスープを美味しくしてくれます。いかがでしたか？夏野菜のおすすめスープでした。季節の野菜は価格もお手頃で、何よりその季節の体調を整えてくれる栄養素をたっぷり含んでいます。ゴーヤやピーマンの苦味は暑くて食欲のない時期には逆に美味しさになりますよね。しっかり食べて夏バテを防いでいきましょう。スイカとトマトの赤色の色素リコピンは抗酸化力がとても強いのが特徴で、ベータカロテンの2倍、ビタミン E の100倍の抗酸化力と言われています。海水浴に行った時、スイカ割りをして食べるのは紫外線を浴びた肌にいいのかもしれませんね。リコピンは油に溶けやすい脂溶性なので、今日のように油と一緒に摂ると吸収率が良くなります。この夏も季節の野菜をしっかり食べてお元気にお過ごしくださいね。最後までご覧いただきありがとうございます。今日ご紹介した動画は概要欄にリンクがありますので、ぜひそちらもご覧ください。このチャンネルではファイトケミカルを摂る基本のスープを中心に、毎日のおかずスープで簡単で美味しく楽しく野菜をたくさん摂って腸内環境を整え健康になるお手伝いをしたいと考えています。週に一度動画をアップしていますので、チャンネル登録後横のベルマークを押していただくと最新の動画のお知らせが届きます。見逃さないためにもぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。